らんと歩けば歩くほど座骨神経痛や腰痛を悪化させるの気づいてます？これ気づいてなかったら陰でどんどん老化も加速するから注意して聞いてほしい。まあそれも3つやればええだけやからみんな一緒にやりましょう。すごいセルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のマブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって座骨神経痛のまま引退しました。座骨神経痛がなかなか解消せえへんとか、慢性的な腰痛の人には特に最後まで見てほしい。ノブ先生も座骨神経痛が痛すぎてトイレでこのようになんとか立ったけどパンツがこう手が届かんと上げれんようになって冷や汗をかきながら上げた経験もあるからです。そこでノブ先生の考えるたった3つの専門的な筋肉を刺激して速攻座骨神経痛や腰痛を解消しておまけに老化まで加速させると体全体の悩みも解消する学習の授業をしていきます。ノブ先生も相撲のやりすぎで座骨神経痛で歩けなくなることも何回もあったからほんま痛いほどわかる。やから一緒に解決していこう。今国が調査している国民生活基礎調査で女性では2位、男性では1位になるぐらい腰痛や座骨神経痛で悩まれています。それをみんなほったらかすと将来的にひどい横脚になって膝の軟骨がすり減ったり変形を引き起こし最終的には変形性膝関節症まで引き起こし歩くのも困難になる可能性があるからほんま注意して。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。皆さんよく座骨神経痛や腰痛やからってお尻のところをこうやってなんかグーッと頑張って伸ばしたりなんかようわからんけどもうこの辺硬いからギュッ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 グリ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 揉んだり、あとよく言われるのは運動するとか言われてウォーキングしたりしてないですか？これほんま飽きません。そして逆に悪化します。実際にやってもしくは治療院でいろいろやってるけど結局は症状が戻ってません。これ間違ってるのを狙ってるのが理由なんです。なんでまずはノブ先生と一緒に家からスタートしましょう。では脳書きは後で説明するんで早速実践していきましょう。これ座ってできるしめちゃめちゃ簡単です。まず最初に腰の動きを一緒にチェックしましょう。まずこのように前に行きます。次に後ろにどれぐらい反れるのか。次は体をこのようにどこまでひねって目線はどこまで見れるのか。次は体をこのように横に倒してみます。これでどこがきついとかどこまで行きにくいっていうのをチェックしてください。ほんで後にもう一度チェックして動きが良くなってたらちゃんとできてるのもわかるからです。座ってる場合は座ったままでもいいのでこのように前にかがんだり後ろにどれぐらい反れるのか。では1つ目からやっていきますね。まず最初に膝をこのように近づけます。この時に後ろに背もたれあるなら背もたれにもたれてもらっても構いません。次にこのままの状態でかかとですね。かかとを離さない状態で足の指をこのように外に出したり内に向けたり外に出したりっていうのをこのような形で繰り返します。そうするとすねの横側のところに力が入りますのでこれを30秒やっていきます。ではいきますね。ギュッとこうです。ワイパーのように動かします。こうですね。じゃあここら辺ちょっと触ってみると筋肉はピクピクって動くと思うんでこのままの状態でやってください。これを30秒です。結構辛い場合があるんでそういう場合は30秒じゃなくてもよくて10秒でもいいので全然やってください。でこれ早くやる必要はないんでできるだけぐーっと横にぐーっとこのように広げるような方を頑張って意識してもらうと特にいいです。そうするとよりこの外側のところに力が入ってくると思います。オッケー、これで30秒です。次は2つ目で膝はこのような形で肩幅ぐらいに開きます。そのままの状態でかかとは動かさないで今度は足の指を内側にこのように近づけます。そして近づけたり離したりっていうのを繰り返していきます。こうすると今度はすねの内側のところに力が入っていきますのでそれを30秒間このような形でワイパーのように動かしていきます。ではいきますよ。頑張りましょう。よいしょ。頑張って近づけて。これ結構かかとが動いちゃうんでかかとはできるだけ動かさないようにするのが特徴です。で膝の位置もできるだけ動かさない方がいいです。よりすねの内側のところに力が入ってきます。結構これかかとが動かしそうになるんですけどね。だからこれデスクワークの時でも結構できると思います。だからどこでもできるんですね。まあ電車乗ってたらちょっと恥ずかしいかなでもこれでいいのでこれを30秒間やります。よいしょ。オッケー。では次3つ目です。3つ目は今度これですね。膝を今度また近づけます。
そしてかかとは離さないで足の指を外に向けます。そのまま足首をこのようにすねの方に上げていきます。次にこのままの状態をキープしたまま指をぐっと握ります。特に小指側を握ります。そして小指側を握ったり離したり握ったり離したりっていうのを30秒間繰り返していきます。ではいきますよ。グッ離すグッ離すです。この時に膝が開かないようにします。膝は閉じたままですよ。そうすると小指側がすごく握りやすくなります。でできる範囲でいいです。足結構これつりやすくなるんで、できるだけ握ります。で足の裏はできるだけかかとはついて足の裏はつかないようにできるだけします。そしてこうですね、小指側の方頑張って握ります。できる範囲でいいですよ。上げれる範囲でちょっとぐらい曲げた時に指ついても構わないんで、よいしょ、もう一回グーッと OK です。結構これだけでもきますよね。そして最後にこのセルフケア後に合わせておすすめな骨盤を立たせて姿勢も改善できる方法もご紹介しますので、最後まで注目して見てちょうだい。これ座ってできるし、たったこれだけめちゃめちゃ簡単でしょ。これ歩く時の足の裏が痛いとか歩くのが遅くなったと感じた時や、おまけにふくらはぎや足首痩せにもおすすめです。そして終わったからもう一回確認しましょう。まず前ですね。このような形で僕でもこうやって簡単に指がつくと思います。次に後ろにこのように反ります。ちょっと後ろに壁があるから当たりづらいけど結構反りますよね。次に体をこのようにひねります。そうするとめちゃめちゃひねれるのも分かります。おまけに横に倒すとかなり倒れますよね。みんなちゃんと動きも吹いてたと思うんで、これちゃんとできてるからみんなめちゃめちゃうまくできてる。ここで歩けば歩くほど座骨神経痛、腰痛が悪化する原因と解消の仕組みは、聞くのもめんどくさいかもやけど、聞いとくと将来の健康にも役立つし、大切な人に説明して感謝されるからほんま損はないです。ではさっきのセルフケアをすることによって3つの専門的なズボラ筋を刺激して対策ができるんです。そのズボラ筋1つ目、すねの外側から小指側の足首につながる膝下を支える腓骨筋という筋肉、ここがズボラ筋で、怠けていたら体重が足裏のこのように外側に乗って骨盤も後ろにこう倒れてきちゃうから、こんなような歩き方になってきます。ズボラ筋2つ目はすねの内側から親指側の足首までつながる膝下を支えるもう一つの専門的な筋肉、後脛骨筋っていう筋肉です。ここがズボラで、怠けていたら体重が足裏の内側にこのように乗ってきて、骨盤もこのように前に倒れてきて反り腰のようになるので、こんなような歩き方になります。そして最後のズボラ筋3つ目は腓骨筋につながり、足裏から足の小指までつながる小指の内在筋です。ここがズボラ筋で、怠けていたら足裏の内側のアーチが高くなって、さらに足裏の外側に体重が乗って、さらにこんな歩き方になってきます。そしてこの3つの専門的なズボラ筋が怠けて働いていないと、本来持っている能力を失ってしまい、さっきのように骨盤も後ろに倒れたり前に倒れたりしてしまい、そこにつながる腰椎の腕曲も悪くなって、慢性的な腰痛や座骨神経痛を引き起こす骨盤から股関節につく筋肉、梨状筋っていう筋肉と中殿筋っていう筋肉がどんどん硬くなって、座骨神経痛も悪化させます。だから歩いたらどんどん悪化するってことです。結果この3つをやると、本来持っている膝下から足裏の能力を取り戻し、構造が正常化するんで、足裏もしっかり体重を乗せれるので、腰椎骨盤股関節の位置も修正されるので、この梨状筋と中殿筋の癒着もバリバリっと剥がれ緩むので、座骨神経痛も解消するという流れなんですわ。こうなったら歩いても症状は悪化しません。次にこの変な歩き方と座骨神経痛が解消すると、膝下の構造が安定するから、つながっている膝の構造も良くなり、結果横脚も起こらんようになるし、膝の負担も減るから変形性膝関節症も予防できるし、おまけにこれやるとふくらはぎの固まって癒着した筋肉もさっきと一緒でバリバリッと剥がれるので、ふくらはぎって別名第二の心臓とも言われていて、その心臓のようなポンプの機能もふくらはぎが正常化するので、下半身に溜まった老廃物のむくみをきれいに内臓の方に戻して、それをろ過させてから全身に運ぶので、若返りになって全身もすごく良くなるっていう、これも流れです。なんで期間と知らんかったらえらいこっちゃになるでしょ。皆さん知ったからもう大丈夫やけどね。
この毎日たった3つの行動力、これを行うことがセルフ健康貯金への秘訣ですから。ほんまお金の貯金も大事だけど、健康の貯金貯めてほしい。ここまで見てくれてほんまありがとう。そしてここまで注目して見てくれた生徒の高評価、チャンネル登録、コメントが私の最大の原動力になりますので、応援よろしくお願いいたします。ここで言ってた最後にこのセルフケア後に合わせておすすめな骨盤を立たせて姿勢を改善させる方法もご紹介しますので、一緒にやってお別れしていきましょう。まず最初にこのような形で足組んでもらったらいいです。だからさっき座ったままの状態で続きでやってもらったらいいんで、そしてノブ先生のセルフケアをすると関節の柔軟性が上がるから、他のストレッチやセルフケアも後にすると動きがさらに良くなって動く範囲も倍以上になるから、今これ足組むのも結構楽やったと思う。だからほんまその状態でするから威力も倍以上になるから後がおすすめっていうことです。で、続きは足組んだ状態から反対の手でこのような形で少し下の方にグッとこうやって押さえます。この時に背もたれあったら全然背もたれに持たれてもらってもいいんで、次に頭の後ろにこのように手を置きます。そのまま軽く押した状態で体を反対にひねって、ひねった方向に体をぐっと倒します。そうするとお腹の前、股関節の前とかお尻のあたりが伸びてくるので、その状態で30秒キープします。これをすると骨盤を寝かせてしまう固まった筋肉が伸びて、股関節の前にあるリンパの流れもさらに良くなるから、もっと若返りにも貢献するから、このような形で合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。